樹皮をめくったらサソリがいました。これ八重山サソリですね。八重山サソリ。どうも、西表王の王ちゃんです。今ね、夜の西表島の道をね、散策しております。これは海沿いなんですけれどもね、海沿いの松の木にサソリがいますのでね、ちょっとサソリを探そうと思います。こんなところにゴキブリがいますね。大きいゴキブリが。ワモンゴキブリの仲間ですね。なんでしょう、八重山ワモンゴキブリでしょうか。ワモン系ですよね。ワモンゴキブリ結構かっこいいよね、ワモン。ほら、巨大カマドウマがいますね。あ、なんか食っとる。何食べてんでしょうね。コオロギだな。コオロギの残骸を食べてますね。カマドウマはね、雑食性なんでね、こうやってして動物の死骸も食べるということですね。ほら、コオロギの死骸をむさぼり食ってます。いい感じの松の木がありますね。こういう松の木のね、樹皮の隙間とかにサソリが潜んでるんですよ。ちょっとね、暗くしましょう。真っ暗になりましたね。この真っ暗な状態でブラックライトを当てます。そうしますとね、たまにね、なんか光ってるものがあるんですよね。光ってるものがあったら、それがね、サソリかサソリの抜け殻ですね。ほら、あんなところになんか光ってますね。ちょっとめくってみましょう。これはサソリの抜け殻ですね。サソリに紫外線を当てますとね、外骨格がなんか青白く発光するんですよ。それでね、サソリがいたらすぐ分かるんですけれども、でもね、抜け殻まで光ってしまうんで、なかなか紛らわしいですよね。なんか光ったって思ってもね、結構抜け殻だったりします。皆さん分かりますでしょうか。あそこで青白く光ってる物体。あれね、サソリなんですよ。ほら、分かりますあれ。八重山サソリですね。八重山諸島固有の日本に2種しか生息していないサソリの一種ですね。かなりちっちゃいですね。ほら、私の指と比べてこの大きさです。もっと大きい個体もいるんですけどね。でもせいぜい3、4センチ止まりですね。またいましたね。あれも八重山サソリかな。八重山サソリですね、あれも。またいました。八重山サソリはね、結構簡単に見つかります。ただもう一種類はね、ちょっと数少ないんでね、なかなか見つからないんですよね。これマダラサソリって言ってね、これ八重山諸島に昔から住んでいる在来種なんですよ。在来種なんですけれども、特定外来生物です。在来種なのに外来種扱いされちゃってます。なんでかって言いますと、このね、マダラサソリが属している極東サソリ科の全種が、ひっくるめて全部まとめて特定外来生物に指定されてしまったので、そのとばっちりでね、このマダラサソリ、在来のマダラサソリも特定外来生物扱いされてしまっているということですね。ですのでね、もちろんこれね、在来種なんですけれども、生きたまま持ち運ぶことはできません。ですのでね、これを持って帰って飼育することもできないわけです。でも残念ですよね、とばっちりで特定外来生物扱いは。こんなにかっこいいのに。本当は飼いたいんですけどね、一応法律は法律なんでね、涙を飲んで、もうね、このまま見逃すことにしましょう。特定外来生物に指定されてね、持ち出しができなくなったことでね、逆にこの子たちにとっては救いかもしれないですね。こうやって私みたいな人間に採集されずに済むわけですからね。これね、サソリで毒あるんですけどね、毒弱いんですよ。毒弱くてね、しかもおとなしいんでめったに刺しません。なんでね、余裕で素手で捕まえることができます。ほら、かっこいいですね。ほら、こうやってね、樹皮めくるといるんですよ。サソリがね、八重山サソリが。ほら、紫外線当てるとね、青白く光るんですよ。またいましたね。ほんと簡単に見つかります。